はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケネチです。今回はですね、2年ぶりに本棚紹介を、これをですね、今後ろにある本棚の紹介をしていこうかなと思います。で、2年ぶりといっても、1年で20冊弱ぐらいしか、読まないんで、大体はね、結構普段動画にしてる本が多いんで、今回はですね、本棚にあるんだけども、まだ動画で触れたことのないような本を中心に紹介していこうかなと思います。じゃあ早速ですね、本棚紹介いきたいと思います。では、はい、今回はですね、本棚紹介をやっていこうと思うんですけども、ここにある本ですね。これが今現在の僕の本棚なんですけども、これら全部をですね、一冊一冊紹介していったら、さすがに時間が足りないので、普段ですね、結構僕は読んだ本を随時どんどん動画にしてってるので、動画でまだ紹介したことがないような本とか、あまり触れてないような本をですね、実はこういう本もですね、読んだことありますよっていうのを軽くお話ししていこうかなと思います。で、1段目はですね、全部紹介したことあるかな。でも、思考の整理学とか受験脳の作り方は、触れたことあったっけな、ないか。ないような気がしますね。この2冊の本はですね、思考の整理学は富山茂彦さんが書かれてて、受験脳の作り方は池谷裕二さんが書かれてる本なんですけども、これ面白いのがですね、池谷さんの方は、脳科学の先生なんで、脳科学的に効率のいい勉強のやり方を教えてくれるんですよ。で、富山茂彦先生の方は、これは経験からかな。おそらくね、大体こんなもんだろうと。特にその脳科学的にこうだからっていうような切り込み方じゃないんですけども、これ面白いのが2人ともですね、結果的に同じような方法にたどり着くんですよ。富山さんの方もですね、池谷さんの方も、やっぱうまく仮眠とかを取り入れたりとか、あとはどういうもん摂取するとか、摂取する時間帯とか、午前中に数学やった方がいいとか、寝る前に暗記物とかっていう風な感じで、同じような考えにたどり着くのがね、結構面白いんですよ。なのでどっちを読んでもいいと思いますけど、個人的にはですね、僕ね、思考の整理学の方は、大学生の時に読んでですね、実際にその、手法をですね、実践してみたんですけども、あんまりね、うまくね、定着しなかったんですよ。で、受験脳の作り方は別にそのノウハウがこうやりなさいっていう風に書かれてるわけじゃなくて、あくまでも脳科学的に脳の働きを理解できるんで、個人的にはこっちの方がおすすめかなと。その脳の作りからして、その時々でこっちの方がいいよねっていう風な手法を選べるんで、個人的には池谷さんの方がおすすめですね。あと紹介したことない本で言うと、例えば、芥川龍之介さんですけども、これはね、太宰さんにも言えるんですけどね、太宰さんとね、芥川さんはね、近代文学の、巨匠なんですけども、でもね、その夏目漱石さんとか谷崎潤一郎さんとか、あとは川端康成さんとか、あとは誰だろう、安部公房さんとかかな、そこら辺の人に比べて読みづらくないんですよ、物語が。全然わかりやすいし、すごい読みやすいんですよ。だからね、僕はね、近代文学読み始めた時はね、本当にね、太宰さんと芥川さんはね、すごい読みやすくてね、毎度のね、もう本当に楽しみながら読めた本なんですよ。なのでね、まだね、近代文学手をつけづらいなって思ってる人はですね、とりあえず芥川さんとか太宰さんから攻めてみるのは結構いいかなって思います。あとは、学問のすすめとか、武士道も紹介したことないかな。したことあるっけ。これね、いい本なんですよ。多分ね、知らない人いないと思うんですけど、学問のすすめに関しても、武士道に関しても。これ、新渡戸稲造さんが書かれて、新渡戸稲造さんが英語で書かれて、それを柳原さんが、日本語に翻訳されたんですよ。これ要はですね、武士道っていうのは、日本ってのはこういう国だっていうのを、その新渡戸稲造さんが生きてた時に、やっぱ外国の人に知らしめなきゃいけなかったので、武士道っていうのはこういうもんだっていうのを、知らしめるために書かれた本なんですよ。で、これね、やっぱ人生で一度は読んだ方がいい。学問のすすめとか特に言われますけども、僕はやっぱりね、これ本当に読んだ方がいいかなって思うんですよ。で、書かれてる内容としては全然難しくないんですよね。で、学問のすすめに関してはですね、これ福沢諭吉さんが150年前とかに書かれた本ですけども、今となってこそやっぱ当たり前だよねと。最近になって当たり前になったねっていうような考え方が、この150年前の福沢さんの頭の中にあったんですよね。それを考えるとね、すごくて、でもだからといってね、じゃあ今になったら当たり前だから別にこの本読まなくていいじゃんってなるようなもんでもなくて、やっぱりね、絶対頭に入れとかないといけないので、このね、学問のすすめはぜひ読んでほしいんですよね。で、武士道もですね、僕結構武士道が好きなんで、武士道とね、合わせて読んでほしいような本もいくつかあるんですよ。例えばですね、この坂の上の雲なんかも、これなんかはね、この武士道が、
明治大正を生きてきた人たちからその昭和の時代に移り変わっていくにつれて、武士道がちょっと変化していくんですね。変化っていうか履き違えられていくわけなんですよ。本当の武士道って何なのかっていうのをですね、知ってほしいがために僕はですね、この本を結構武士道をおすすめしたいですね。あと武士道がですね、感じ取れる本としては、三浦綾子さんの塩刈峠とかですね。これもね、武士道出てくるんですよ。主人公が武士の家に生まれるんですけど、武士道の上に、キリスト教が乗ってくるような、話なんですけども、僕はね、この塩刈峠が一番好きな本で、この本に出てくる主人公になりたいって、こういう人になりたいって、ずっと思ってるわけなんですよ。それをね、目標っていうか、自分の理想として、今、いろいろとね、学んでるところなんですけども。なので皆さん、武士道ってね、その学問の勧めもそうですけども、難しいことが書かれてるっていうイメージあるかもしれないんですけども、今の時代にとってみたらそんなに難しいこと書かれてないですね。どっちもすごい読みやすいですし、なのでどっかの人生のタイミングで読んでみるのもいいかなって思います。あと1段目でまだ紹介したことないものとしては、潮騒とかですかね。これ三島由紀夫さんの本は僕はこれしか読んだことないんですけど、僕はね、この潮騒読んでね、三島さんのイメージとしてはすごいクリアな文学を書くなって思いましたね。めちゃめちゃ透き通ってるんですよ。で、悪い言い方をするとすごいド定番なんですね。これ潮騒は恋愛小説なんですけども、すごい王道のド定番の恋愛を書くんですよ。何にもそう2点3点もせず、もう本当にストレートなすごい透き通った恋愛文学なんですよ。なんていうかクリアすぎるがゆえか、読んでて満足感があるような本なんですよ。不思議な本ですね。三島さんってやっぱこういう本当にまっすぐな生き方をした人なんだなっていうのがすごいわかる本ですね。1段目で紹介したことない本はそんなもんですかね。次2段目に行きたいと思います。で 2段目はですね、これ積んどくもんの段なんですけども、右側だけ読んだことあるんですよね。こっちのですね、不確定性原理までは積んどく本で、こっから自由と規律1個は読んだことあるんですけど、ここら辺はね、あんまり紹介したことないかなって思うんですけど、ちょっとね、紹介するのもちょっと難しいんですよね。ただこの自由と規律に関しては、これ大学の授業で交わされたんですけども、これね、買ってよかった本ですね。これこそさっきね、これイギリスの騎士道がちょこっと触れられてるようなスポーツマンシップとか騎士道にのっとってるようなイギリス人の考え方が記されてるんですけども、やっぱりね、さっきの武士道と同じでね、武士道と騎士道ってすごい似通ってるんですよね。このイギリスの騎士道ってものと、日本の武士道っていうものをね、どっちもね、知っといてほしいかなって思うのでね、この自由と規律は結構おすすめですね。あとこれ人間の限界はどっかのサイトでおすすめされてましたけど、読んでもね、やっぱすごい難しくてね、よくわかんなかったですね。あとこの斉藤隆さんのこの本は結構おすすめですね。これ何がいいかっていうと、よくあるその本を読んだらこうなりますよってことが書かれてるのは当たり前なんですけども、これ何がいいかっていうとですね、おすすめの本を紹介してくれてるんですよ。こんな感じで。この本を読んだ方がいいよっていう風に、斉藤隆さんが選んだ本をおすすめしてくれるので、結構僕なんかもこの本に助けられて、何を読んだらいいか分かんないってことがあったんですよ。でもそういう時にこの本をパラパラっと開いて、じゃあ次これ読んでみようかなっていう風に思えたので、結構ね、この何を読んだらいいか分かんない人にはすごいおすすめの本ですね。あとは、どうだろう、論語とそろばんもね、その流行った時期、それこそ渋沢栄一さんがお札に起用されますってなった時に、この本がいっぱい売れて、その時の流れによって読んだんですけども、今となってはあんまりよく覚えてないですね。何が書かれたかちょっとあんまり覚えてないんですけど、でもその社会の仕組み、経済の仕組みみたいな、その根本的なことについて書かれてたかなってイメージですね。そんなもんですかね。あと紹介するようなものって。例えば紹介してない本で言うと、このブルーバックスの本ですね。量子コンピューターとマックスウェルの悪魔ですけども、やっぱりこのブルーバックスの本って理系向けなんですよね。理系向けでさらに言うと、その分野を一回でも学んだことがないとなかなか難しかったですね。それこそマックスウェルの悪魔は熱力学を機械工学生は全員やるんで、熱力学が分かってたからこそ飲み込めましたけども、こっちの量子コンピューターに関してはやっぱ数学の知識があまりなかったんで、ないと言っても高校までありますけど、でもね、やっぱり大学の数学を一回やっとかないと、これすごい難しかったなっていうふうに思いますね。ブルーバックスさんは、やっぱ理系の中でもう一回その大学で学んだこと、もう一回学びたいなって、学び直したいなって人向けだと思います。そんなとこですかね。じゃあ次3段目に行きたいと思います。3段目でまだ紹介したことない本で言うと、例えば安部公房さんとか、この砂の女ですね。これね、読んでてすごいむしゃくしゃする本なんですよ。これはね、何が言いたかったのかまだね、やっぱりわからないんですけど、もう一回ね、もうちょっと成長した時に読み返してみてね、
これは何を伝える本だったのかっていうのをね、もう一回紐解いてみたいなって思います。あと暗号解読もまだ触れたことなかったですね。これめちゃめちゃおすすめなんですよ。フェルマーの最終定理も、やっぱり動画にしてすごいおすすめですよって言ったんですけども、フェルマーの最終定理に関してはやっぱり数学の知識なんで、あんまり理系とか数学の知識使わないよって人とってみたら、まあ面白くもなんともないって感じなんですけど、暗号解読に関しては暗号って好奇心が湧く人も結構多いじゃないですか。そういう人はですね、ぜひ文系だろうが理系だろうが、この本はね、すごい読みやすいので、ぜひ読んでほしいと思います。で、これを読むと、サマーウォーズの最後の暗算のところがですね、まあ、いかにすごいっていうか、ちょっと非現実的なところがあるんですけども、そういうことも理解できるし、あとはね、同じ細田守さんの映画でね、竜とそばかすの姫ってあるんですけども、そこでもね、絶対にあっちゃならない、暗号を使ってる世界において、絶対にあっちゃいけないことがあるんですけども、そういうね、なんか、ちゃちゃをね、入れたくなっちゃう感じにもなるんで、でもね、結構その暗号のあれこれを知っとくとね、まあ、結構ね、いろんなものがね、面白く見えてくるんで、おすすめですね。ぜひ読んでほしいですね。あとね、紹介したことない、まあ、10病原菌鉄ですね。これね、これひろゆきさんとかおすすめしてて、僕もこれ、そのひろゆきさんのおすすめで、じゃあ読んでみようって思って読んだんですけども、これね、めちゃめちゃ読みにくいんですよ。本当に読みにくいし、本当に難しかったんですよ。だからね、これよくサイトでね、この本を読めっていう風に上がってますけども、やっぱりそのサイトを見るたんびに思っちゃうのがね、本当に読んだのかなって思っちゃうぐらいにこれ本当に難しくて、人に勧められる本かって言われたらね、僕はね、なかなかこれはね、勧めらんないと思う。相当ね、ここに書かれてること、要は人間がね、その世界の中で、栄えてた都市と栄えなかった都市、なんでそれが分かれたかについて、その環境だっていう風な、基本的にほとんど環境だったんですけども、だからその優れた人間がいるとかってなくて、やっぱ環境に左右されるっていうのがすごい分かる本なんですけども、でもだからといってね、そういうのが学びたいからといってこの本を勧めるかって言われてもね、あんまり僕はね、勧めないと思いますね。それくらいね、まずね、読破するのがすごい難しいんですよ。読破するのがすごい難しい上に、読破してもね、本の内容の1割か2割ぐらいしか分かってない気がするので、あんまり人に勧められる本じゃないかなって僕は思っちゃうんですよね。あとあんまり触れたことないもので言うと、これね、コンビニ人間と紫のスカートの女って、作者もちろん違いますけども、これ全く同じような話っちゃ話なんですよ。これ全く同じって言っちゃそれはもちろん語弊があるんですけども、その結末はもちろん違いますけど、でもやっぱ同じような人を描いてるなっていう風な印象を受けますね。ぜひですね、どっちもね、多分1日で読み終えるぐらい、さらっと読めます。あと、紹介したことないので言うと、例えばこれですね、これね、僕もね、まだ読み切ってないんですけど、この作者ね、もう亡くなっちゃったんですけども、この本はね、やっぱ結構ね、サイトで上がってくる本なんですよ。で、これね、すごい大事なんです。大学生とかその就活、社会に出る前の人に読んでもらいたい自分の価値とかですね、そういうのを考えさせられる本なので、ぜひですね、まだその大学生とか時間があるうちに読んでほしいなって思います。あとはですね、後回しにしない技術とかですかね。これもね、これ、割と良かったな。この、僕が気になったところにね、折り目をつけてるんですけども、結構折り目が多くてね、何がいいかっていうと、なんかね、そういうコラムがあるんですよね。コラムがあって、このコラムもね、結構ね、刺さる言葉が書いてあったり、面白い話が書いてあって、僕のね、好みに合ってるんですよ。やっぱりその一言ね、人の頼みを聞けみたいなことを言われるよりかは、なんで人の頼みを聞いた方がいいかみたいな、そのエピソードを語られた方が、僕なりにはすごい飲み込みやすいので、結構そういうのね、エピソードがいろいろ書かれてるんで、割とね、この本は僕の中ではかなりいい本でしたね。自己啓発とかそういうビジネス書の類ではあるんですけども、割と結構どうでもいいっちゃどうでもいいけども、そのメッセージよりかはエピソードが多かった気がするので、結構僕はこの本好きでいいなって思いましたね。はい。こんなもんですかね、3段目は。じゃあ最後ですね、ちょっとボックスに入ってる本をですね、紹介していこうかなって思うんですけども、ここで紹介したことないのは、例えば浮雲とかですね、これね、すごいおすすめなんですよ。めちゃめちゃおすすめで、双葉亭四目さんが書かれてるんですけども、すごい読みやすいんですよ。現代の恋愛小説って言われても、遜色ないぐらいにすごい読みやすい、かつ面白い、楽しめる本なんですよ。ぜひね、恋愛小説が好きな人は読んでみてほしいなって思います。あとはね、しっかり紹介したことないので言うと、海賊と呼ばれた男ですね。これね、いつか紹介したいなってずっと思ってたんですけども、なかなかね、紹介する機会がなくてね、
これ僕のね、一番残念な話、紹介するのになんで残念な話するんだってなっちゃいますけど、これ残念な話としては、これ映画化もされたんですよね。ここに書いてあるように。映画化もされたんですけども、僕はですね、小説を先に読んで映画を見たんですけども、映画を見てね、すごいがっかりしちゃったんですよ。それなんでかっていうと、自分のね、すごい好きな人がいたんですよ。男の中の男みたいな人がいて、その人がね、出てくるシーンがワンシーンしかなかったんですよね、映画の中で。それがね、本当に僕すごいショックで、ちょっとだからね、それまではね、映画とね、小説って同じかなって思ってたんですけども、もう全く別物だなっていう風に思うようになりましたね。ぜひですね、この海賊と呼ばれた男を読みたいなって思ってる人は先にね、映画を見るのがいいかもしれない。映画を見て映画で満足した後に、この小説にしかいっぱい出てこないような登場人物のことをですね、知るの結構いいかなって思うので、先に映画を見るのはこの本に関してはおすすめですね。まあ、こっちはそんなもんですかね。で、最後こっちの方行きますけど、例えばね、このね、心っていう本、まあ、これはね、皆さん知ってると思うんですよ。あとね、この友情ですね。武者小路実篤さんが書かれた、まあ、友情。この友情と、まあ、心っていう物語が、実はね、これずっと言いたかったんですけど、全く同じなんですよ。全く同じ構成、全く同じ話の流れで、全く同じ出来事が起こるんですよ。なのにですよ。片やこっちは友情が感じられて、片やこっちはその後ろめたさが残るっていう、罪悪感が残るっていう本になってて、これ本当にね、本当に中身全く一緒なんですよ。なのに、こっちは友情が感じられる。こっちは後ろめたさが、友人に対しての後ろめたさが残るっていう、すごい面白いんですよね。なのでぜひですね、これどっちも読んでほしいなって思います。あと紹介したことないので言うと、例えば何者とかですね。これはね、紹介するのなかなか難しいんですよ。どういう本っていうのがね、なかなか難しいんで。でも、浅井さんの本で言うと、去年なんかは、この性欲がね、すごい大ヒットしてね、この性欲を紹介させてもらったんですけども、このね、性欲を読んでね、意外とね、浅井さんに対してのね、認識がね、変わったんですよ。これ何者まではね、何を書いてるかよくわかんなかったんですけども、性欲に関しては、すごいわかりやすかったんですよね。で、浅井さんってこういう本も書けるんだっていう、どっちが浅井さんの得意分野かわかんないんですけども、この性欲とね、その何者はね、全然質が違うんですよね。なので今度ね、その何様とかも積んどく本の中にあるんで、何様も読んでみようかなって思うんですけど、また読んだらちょっと紹介しようと思います。あとね、紹介したことないので言うと、例えば夏目漱石さんの坊ちゃんとかグビジンソウですね。これね、坊ちゃんね、すごい読みやすかったんですよ。坊ちゃんすごい読みやすかったんですけども、内容はね、忘れちゃったんですよね。その夏目漱石自身のこと、松山の中学校に英語の教師として赴任するような話、それだけは覚えてるんですけども、どんなことがあったかっていうのは全然覚えてないんですよね。で、グビジンソウに関してはなぜか3回も読んでるんで、中身もちゃんと知ってるんですよ。でもなんでこれが3回も読むに値した本って言ったらすごい上からですけども、なんでこれを3回も読もうと思ったかっていうのが、やっぱ未だに謎なんですよね。そんなに面白い本でもないんですけど、でもやっぱ3回読むってことは3回読むほどのなんか魅力があったのかなって思って、まだね、僕にはそれはわかんないんですけど。そんなもんですかね。この息の構造はですね、全然ね、決してね、面白くない本じゃないんですよ。割と面白い本なんですけども、これもね、人におすすめするかって言ったらね、あんまりしないかなと思います。それこそやっぱりニッチな人向けちゃ向けかな。あんまりその万人が読んで、そのね、さっきのね、何かの本も一緒ですけども、これ読み切るのがまず難しいんですよね。書かれてること自体は割と面白いちゃ面白いんですけども、ちょっとね、内容が難しいがゆえに、読み切るのがまず大変って感じですね。でもね、割と面白い本なんですよ。息の構造ですけども、要は息ですね、風流とか、そういうのもね、掛け合わせてるんですよ。でもその呼吸とも掛け合わせて、呼吸っていう息と、その風流の息っていうのがなんでその同じ言葉が使われてるかっていうのをすごい綿密に紐解かれてるんですよ。なのでそういうのがね好きな人にとっては面白いんですけども、結構ねやっぱ細かい話になってくるんでちょっと難しい話になってくるんですよね。そんなとこですかね。これがですね今現在僕が、今住んでる、寮にある本棚の紹介ですね。思い返してみればですね、この本棚も最初はね1段目と2段目の半分ぐらいまでしか埋まってなかったんですけども、今となってはですね、こんな感じで、3段目埋まって、でさらにはボックスですね。ちょっとね、その一番下の段にあんまり、本を置きたくなくてですね、一番下は物置みたいな感じになってるんですけども、それを、加味したとしてもやっぱ読んだら埋まるぐらいになってる。今積んどく本がね、こう2段目の半分以上占めてますけども、今年終わるぐらいには、この本棚が全部本で埋まるぐらいの本を読んでるのかなって思うと、ちょっとねワクワクしてきますし、
まあ、新しい本棚を買うというよりかは多分もう1個2個とかこういうボックスを買うと思います。なのでまあ来年か、もしくはもっと先ですかね。やっぱりあんまりね、1年間で本読まないので、まあ来年かもしくは再来年、再来年ぐらいでもう一回ね、本棚紹介したいなと思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。